じゃあ女の日ですね。はい、ではね、肌色からですね、でいこうかと思いますね。何回もね、していただけるんで、慣れてきてるかと思うんですけど、肌色ですね。はい、肌色を作っていただいて、肌色をパレットでね、ちょっと試し塗りして、水分切ってというね、感じで、いつもの感じでやっていきますね。ではでは、たっぷりめ用意していただいて、肌の部分多いんでね、ちょっとね、ビビりながら、ちょっと腕の部分をね、塗っていきます。これぐらいの濃さで全然大丈夫ですね。ではね、一緒にね、首からね、塗っていきます。そうそうそうと。下塗りな感じで、コピックを避けながらですね、塗っていきます。そしてね、肌の部分をね、でいきます。綺麗にね、塗れたかと思います。では、この調子でね、顔の部分ですね、でいければと思います。下の方はね、ちょっと揃える感じで、肌色ですね。おでこからですね。いつものようにおでこから横にって感じでいただきます。で、目の上。ちょっと目を避けながら塗ります。では、鼻のところまで下ろして、口も若干避けながらですね。はい、肌色ね、いっぱい使いますね。輪郭避けて、目の下ですね。はい。で、いただいて、じわじわ上から下に塗っていただきます。はい。ここまで塗れましたら、あとはね、いつものように、ほっぺた、顎のあたりをですね、塗っていただきます。ここまでね、結構綺麗に塗っていただけたらですね、ほっぺたですね、できます。朱色ですね。これもね、もうワンパターンなんですが、朱色、そして肌ね、混ぜてからの朱色ですね。くるくる混ぜていきます。ちょっと肌色多めで、薄めの朱色でこうやって水切っていただいて、このね、私は熊取筆っていうので、うまく塗っていこうかと思います。はい、重ね塗りですね。いい色紙だとね、綺麗に乗るんですが、ガサガサならないように、はい、丸くほっぺたを塗っていただきます。もうちょっと赤いのね、いるかと思います。で、若干ね、赤をちょっと入れてあげまして、はい、結構ね、赤くなっちゃったんで、さっきの肌色の、筆で周りをですね、ぼやかしていこうかと思います。丸くですね。はい、肌色馴染むようにですね、で、塗っていただきます。では、髪の毛ですね。この人ね、ベージュみたいな。これね、ちょっと今ちょうどベージュ出してるんですけど、これぐらいの第一段階ですね、色で塗っていこうかと思います。こんな感じの色ですね、下地と言いますかね、第一段階。金髪。ではでは、こんな感じで、普段と違う色なんですが、塗っていきます。上からですね、下に向かって、薄めのね、色を塗るイメージでございます。光も取り入れながらですね、せっかくね、美しい髪なので、白を取り入れながら、下の方に向かって、この辺ね、白っぽさを残しながら塗っております。では、右側ができましたら、またですね、同じように、左側もですね、でいきます。髪の流れに沿って、少々はみ出ても全然大丈夫です。シャッて入れていただいて、内側から塗っていただいて、って感じですね。で、こっち側も塗っていただいて、で、そしてこんな感じで、白を残しながらと言いますか、毛先の方からまた塗っていただく。感じですね。濃淡つけながら塗っていただきます。この辺ね、白いとことかね、残しております。別にね、黄色ベージュだったらね、ベタって塗っても問題ないと思います。まず第一段階塗っていただいたと思いますが、
まあついでにと言いますかね、このキラキラした部分若干ちょっと薄くね、クレヨンで塗っちゃってるんで弾くと思いますが、入れていったりします。では次ですね、2段階でちょっと濃いめのベージュを作りましょうかね。濃いめのベージュ焦げ茶混ぜて、この人ねちょっと難しいんですけど、これぐらいの濃さの色を作りましてね、第2段階をねちょっと塗っていこうかと思います。じゃん、上から下に、ね、ちょっとね大胆に塗っていきます。若干ね写真の方が暗めですけどね、まあ大丈夫かな。下に顔のラインはねちょっと暗めの方がいいので、こういう感じですね。顔のラインに沿っていくと暗めの方がいいです。で、毛先の方は暗めの方がいいかなと思われます。こんな感じかなっていうね。ちょっと暗い色が入ったかなっていう感じです。左側もね塗っていこうかと思います。では暗いめの色をガッとね、ちょっと茶色くなっちゃうんですが入れていただいてからの、ちょっと光を残しながら下に下ろしていきます。基本的に言葉で言うとね、顔のラインは暗くしちゃいましょうかねと分かりやすく書くと、こうやって、外に向かって塗るとか、言葉で言うとねこういう感じですね。毛先はもうちょっと黒めに入れておきます。結構ねいい感じで、表現できてきました。もう一回だけね黒めをね入れておこうかと思います。焦げ茶に近い感じで暗めで色を作りまして、もう一段階やっていきます。これね最後ぐらいでねいいかと思いますので、上ちょっとね入れて、黒足してもいいぐらいの暗さですね。で左側もね若干入れます。でまたフェイスラインに沿って顔の側は黒く入れます。ゆっくりやってるとねちょっとガサってなっちゃうとねささって塗ってますが、油絵っぽく重ねてる感じがね、するんですが、もう一回ですねフェイスライン暗めにします。毛先も暗めちょこちょこと入れていきました。はい、3段階ぐらいでね結構華やかになったかなと思います。ここまで描けたらちょっとバックね塗っていこうかと思います。ちょっと青系みたいなんでねクールにねしていこうかと思います。はい、お花もね青系としてますんでね、ちょっとブルーみたいな感じで背景を塗りますね。ちょっと薄い青でなんか丸い感じで塗りましょうかね。クレヨンでもね輪郭みたいな入れてるんで、めっちゃ薄めでいいのでバシャって水分もね少なめで、なんていうんですかね、シャボン玉描くみたいに丸く、でもほんとごく薄くていいと思いますね。バシャッと描いて、その薄い感じのままちょっとこのなんちゅうんですかね、ブルー系塗ります。服ね白いんですけど、でバシャって塗ってちょっと中心部濃いのをもう一回塗っとく感じで、ちょっとね濃淡つける感じで、黄色ちょっと入れましょうかね。ちょっと華やかになるんでちょっと黄色ですね。はい、では薄い黄色ですね。金髪っちゃ金髪なのでちょっとね黄色入れてみましょうかね。こういう風にねキラキラするんで、こういう色髪色の人ってこう描いてあげるとより華やかに。塗らなくてもねいいんですけど、より黄色を一段階入れてあげると、白を埋める感じでもいいので、大きな平筆でね上に重ねる感じで、はみ出てもいいからオーラみたいですねなんか上手に見える。楽しいですね。こうやってね黄色入れて、どうしようかな、髪の毛黄色だからねバックちょっとだけ入れても、これでピカピカする感じがね邪魔にならない感じでシャシャシャと、これでねほんと綺麗な感じ。黄色ってね割と何でもね補足で入れるとピカピカしていい感じなん
なりますね。はい、ではね、絵の具を塗っていただきましたんでね、仕上げていこうかと思いますね。肌色のコピック、またね、出していただいて、いつものようにね、顔の中から仕上げていきますね。半分。では、じゃあ、目の中ね。肌色で塗っちゃったけど、この人、ブルーですね。ちょっとね、瞳のこと忘れてたんで、何色しようかな。緑っちゃ緑で、ブルーっちゃブルーで、若干もうちょっとブルー寄りのがあれば、書くとかですね。グラデーションつけてみます。もう一段階のブルーがあれば。ちょっとテンポありますけど、グレーでもブルーでも肌色でもいいって、グラデーションつけてあげますね。瞳がちょっと真っ黒ではないのでね。濃淡若干出していただいてから、肌色でね、また戻っていただいて、影をですね、二重の影を入れていきます。むっちゃ、この人、彫りが深い外人さんなんでね。で、いただきます。で、目の下なんかもね、影を入れて、お化粧の下地みたいな感じで。この辺もね、お化粧が入ってますよね。目のね、この辺りも入れていただいて、鼻筋ですね。こう入ってます。本当ね、この彫り深い人だとお化粧バージョンになるんですが、頑張って塗っていきます。鼻筋がね、結構ね、いりますよね、外人さん。で、お鼻。でね、ここ、立体的。ね、お鼻、こういう表現になりますね。ちょっと高さがある感じ。コピックでね、出していただきます。では、唇もね、肌色でグイーンと下もグイーン。上唇薄くて、下唇で塗ります。ついでに肌色で首筋ですね。影つけようかと思います。さーっと入れて。このなんか鎖骨みたいな下にね、降りたりしてるんですね。ちょっとね、肌色が多いんで、影とかね、この辺つけてあげたりですね。すると、ちょっとね、平べったい感じがね、薄まるかと思いますので。こんな感じですね、肌色ですね。こんだけ肌色入れるとですね、ちょっとデコの下なんかも入れといた方がちょっとバランスいいかと思いますね。顎のところも入れてもね、いいかと思いますので、やってあげます。では次はグレーですね。グレーで塗っていきますね。はい。いつものように、じゃあ眉毛とかね。眉毛とかはグレーで全然いいかと思いますので、ベージュっていう、ベージュでもいいんですけど、グレーでもね、いいかと思いますので、眉毛を描きます。気にせずですね。眉毛。描いたら、目のところですね。この人結構、お化粧濃いんで、グレーで、化粧っぽくですね、描いていきます。ここです。上の方、なんていうんですかね、マジでお化粧ののりですけど、右側も描いていきます。ぼかしてぼかしていい感じで。結構ね、下のラインもね、グレーが入ってるんで、それっぽくね、ちょっとだけ入れて。はい。で、いつもね、この影をね、ここにも入れてあげようかと思います。あと目がね、光が。はい。そうしましたら、ですね、この影ですね、この下のところ、ちょっとむっちゃ薄いブルーとかで、ぼかしてあげます。ちょっとね、境界線をなくす感じでございます。じゃあ薄いブルーがね、グラデーションがつくので、ではね、目のところですね、目のところちょっと縦線いつもね、入れちゃうとね、黒をね、ちょっと目の縦線です。じゃんじゃんじゃん。ちょっと毛羽立たないようにね、優しく縦線を入れていただいて、では、唇ですね。赤いんでね、若干濃いピンクでもね、いいかと思いますので、赤ではね、ちょっとさすがに、濃いので、はい、唇ですね。濃くてもね、若干濃いぐらいでいいので、左から右にこんな感じで塗ります。もう一段階ね、赤いですね、この人ね。あとね、ここ、濃いピンクを入れてみますね。これぐらいちょっと濃いとね、コピックじゃなくてもね、もしあればですね、赤めのピンクがあれば、なおさら良い。微妙な
ね、コピックの種類にもよりますがね。まあちょっと薄めで伸ばしたりしてあげたりしますね。でね、瞳が塗り直したりして、こんな感じですね。まあまあね、可愛く可愛く。ここまで描けたらです。まあこのままでもいいんですがね、ちょっと結構、ラインがね、水彩で消えちゃったんで、いつもだったら黒ので、上書きしたりするんですけど、焦げ茶でもう一回ですね、描いてあげるとね、まあその写真で丁寧に描くようにするといいかなと思います。まあここら辺とかね、埋もれちゃってるんでね、水彩とかでね。まあ髪の毛茶色いんで、茶色系のコピックなんかで上書きしていきます。そうするとね、より立体的になって仕上がりますね。まあ輪郭なんかもね、ちょっと薄まっちゃってるので、これ分け目のところとからね、まあ軽くでいいですね。そのライン上じゃちょっとずれててもいいぐらいです。まあ前髪のあたりとか。で、この辺ですね、中から外に向かって、この、なんていうんですかね、顔の輪郭から中に外に向かって描いていくと、お顔がね、ちょっと浮き立った感じになるので、より上手に見えるかと思います。この辺ですね。ね、この濃淡がね、今でもついているかと思いますが、そして、このね、髪のうねりなんかもね、若干ちょっと足してあげたりしながら、全部描くとね、ちょっと重くなるんでね、ちょっと加減していただきながらですね、まあ、外側もね、若干入れてあげるとね、どんどん立体的になってきます。で、右側のシルエットもですね、この辺ね、やっぱりちょっとパチッとあった方がいいと思うので、描きます。違和感ないぐらいない感じで入れてあげます。そして左側もですね、線をつないでちょっと見えない。まあここに今入れたんですけど、濃い線を重ねてみます。で、もうちょっとですね、外側のラインですね。外側のラインからの髪のうねりですね。まあちょっとね、バランス見ながら、薄い線、濃い線をこうやって取り混ぜると、上手に。で、あとね、体のラインですね。ここ腕のところ入れてあげるとですね、よりカチッとはまります。いい感じになりますね。はい、あとですね、細い筆の付けなんかでありましたらね、ちょっとね、ここ、私でもちょっとガタつきが、まあちょっと綺麗に修正すると言いますかね。これね、服の線もね、ちょっとコピックで描くときつくなるんで、若干ちょっと上から描いてあげたりですね。まあ細かいんですけどね。もう継ぎ足したり、髪の毛継ぎ足したりすると、またね、より美しく描けます。まあどこまでやるかはね、その時の状況によるんですが、もう一回ね、あと仕上げの仕上げで、黄色があったらですね、黄色のコピックがあったらですね、例えばこうやって描いてあげると、さらに綺麗になるんですね。まあこれやり出すとキリがないんですけどね。黄色のコピック、まあ外人さんとかね、書くときですね、丁寧に仕上げるときとかですね、コピックでも筆ペンでもいいんですが、なんかむっちゃね、リアルに浮き上がってくるかと思いますのでね、水彩のね、くすんだ色もね、ちょっと浮き上がったりするので、より綺麗になるかと思います。まあこれお好みでね、であげると華やかですね。こういった外人さんでは大体できて、まあ、背景もね、黄色ちょっと入れてあげてもいいかなと思います。まあ、こういう入れ方もね、黄色でね、入れてあげたりして、ピカピカしてあげます。はい、こんな感じでございます。はい、これでね、大体ね、出来上がったかなと思います。これだけね、丁寧にやればね、いい感じになるかと思います。それではですね、ホワイトでね、光を入れていこうかと思います。はい、ユニボールですね。ユニボールとかで光を入れていきます。目のところ、左側にね、じゃちゃんと光。こっちも左側からじゃちゃん。どうしましょうね。もう一個入れたりしますかね。キラキラさします。で、唇も入れます。これでね、顔の中バッチリ。はい、こんな感じですね。これでね、まあ、ここちょっと、もし、こういうの入れたりですね。まあ、ちょっと消えちゃいましたけど、まあまあ、お好みでやっていただいて、これでですね、仕上がったかと思います。